シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日は年末にやりたい農作業の道具のメンテナンス方法についてやっていきたいと思います。2022年も間もなく終わりますが、皆さんどんな年末をお過ごしでしょうか。お部屋の片付けをしたり、正月飾りを飾ったりといろいろやることも多いと思いますが、ぜひ普段使っている農機具についてもメンテナンスをしてみてください。以前は草刈り鎌の研ぎ方等もご紹介しましたが、今年はこのノコギリ鎌のメンテナンスをやっていきたいと思います。これは少しやり方が面倒で慣れてないとなかなか難しい面があります。ぜひ参考にしてみてください。それではやっていきましょう。それではノコギリ鎌ってはどんなものかを紹介していきます。このように刃の部分がノコギリ状になっております。ということで普通の鎌と違って硬いつるや稲などをノコギリのように引いて切断することができます。稲科の雑草や麦などの刈り取り、そういった時に非常に便利です。ただしこのように刃先が細かく研ぐ作業は少し難しいです。ヤスリも特殊なものを準備する必要がありますので、この後ご紹介したいと思います。ちなみにこちらは普通使うノコギリです。ノコギリとの違いとしては、刃の部分が交互についているのがノコギリで、ノコギリ鎌の場合は片面だけ刃がついております。ノコギリの場合は引いたり押したりして木などを切ることができますが、ノコギリ鎌に関しては引く力で切断をするところがノコギリと若干違う面があります。この使い方を間違ってしまうと早くノコギリの刃の部分がダメになってしまいますので注意してみてください。ということでこちらのメンテナンスをやっていきたいと思います。必要な道具がありますので見ていただきたいと思います。こちらの両頭ヤスリというヤスリです。両面がヤスリになっておいて、両方使えるようになっております。ホームセンター等でノコギリ用として売られておりますので、こちらのヤスリを購入してみてください。間違ったヤスリを使ってもうまく研げませんので注意してみてください。それでは実際にノコギリ鎌の刃を研いでみたいと思います。まず重要なポイントがあります。どういった場所で作業をしているかを紹介していきたいと思います。ノコギリ刃は小さな細かいところにヤスリを当てて研いでいきますので、このように刃の部分を固定する必要があります。このようにフラフラっとしてたら刃が研ぎづらいので、この鎌の部分をこのような溝の中に差し込んで固定をします。または万力刀があれば工作用の万力で挟んでおいてヤスリで研いでいくという方法もできます。まずはどういった場所で研ぐかというのが重要なので、このように固定できる場所を見つけてみてください。では実際に研いでいきます。まず先の方から根元に向かって研いでいきます。ヤスリは両面使えますのでどちらを使っても結構です。それとヤスリをかける時には押しで研ぐようにしてください。手前に引くとヤスリの刃が逆向きになって研げないようになってますので、押し研ぎでやってみてください。ではやってみます。溝を一箇所一箇所きれいに尖るようにこすってみてください。なかなか慣れないと
やりづらいと思いますけども、慌てないでゆっくりとやってみてください。もう一度やってみましょう。このように隙間にヤスリを入れて角度をあまり変えないように2回ほど研いでみてください。このようにすると潰れていた刃の部分がよみがえり再度切れるようになります。このように研ぎますと反対側に刃の先が倒れていきますので、若干向こう側に曲がるような形になりますので、本来は砥石で、こちらの部分をこう研ぐ方がやりやすいんですが、ヤスリでも少しこちら側からこう軽く押し戻すような感じでこすった方が元通りになると思います。ついでにこちらのノコも目立てをしてみたいと思います。こちらは両方から目を立てていく関係でやりやすいことはやりやすいんですね。尖った部分が先ほどの鎌の尖った部分よりも目が粗くなってますので、このように差し込むことができてしっかりとやることができます。こちらは一つごとにやって、次はこちらの反対側からやっていきます。この両面やるというのがノコギリ鎌と違うとこです。ということで、ノコギリ鎌とノコはやり方を変えながらこのように対応してみてください。ノコギリの方は両方からヤスリをかけていきますので、最後の仕上げでヤスリをかける必要はありません。これで完成です。それでは両方使ってみましょう。まずノコギリから使ってみましょう。はい、非常に切れ味がいいです。少し切れ味が悪くなったなと思ったらやってみてください。少しだけ、ヤスリをかけることで非常に切れるようになります。それではノコギリ鎌も使ってみましょう。こういう硬い枝を切ってみましょう。非常に切れ味がいいです。このように引いて使いますので、使い方には注意してみてください。よく切れます。ということでノコギリ鎌を研いでみましたが、刃先が全部潰れてしまっているような場合は交換のタイミングだと思いますので、新しいものを購入してみてください。普通の草刈り鎌よりも劣化が早いと思いますので、状況を見ながらメンテナンスして使っていきましょう。使い終わったら必ず水洗いまたは空拭きをして保管してみてください。来年もまたぜひ使ってみましょう。今日はノコギリ鎌のメンテナンス作業をやってみました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。ではまた、バイバーイ。